皆さんこんにちは。ということでですね、本日は前回に引き続きラスクラ飲みトークやっていきたいと思います。はい、今回はですね、なんと、ラスクラのユニットをはじめイラストを制作ねしてくださってるデザイナーお二人来ていただいております。ご紹介したいと思います。お願いします。皆さんこんにちは。イラストレーターのヒロです。よろしくお願いします。同じくイラストを担当していますミナです。よろしくお願いします。そしてですね、今回はなんとお久しぶりですけれども、この方にも来ていただいております。はい、アートディレクターのゆうさんです。よろしくお願いします。お願いします。まあね、今回もちょっとお酒をねいただきつつ、まあトークしていこうと思ってるんですけども、緊張しすぎじゃないですか。どうですか、動画とかは出られたことありますか？初めてです。でも結構飲んだことはねありますよね、ご一緒に。あるんですけど、全然勝手が違いますね。さっきまで全然あんな喋ってたのに。そうだよ、さっきまであれだけ喋っていて急にどうしたみたいな。確かに、さっきまでね、今日はねラスクラ飲みトークということで、ゆったりとトークしていきたいと思います。お願いします。まあ、今回はですね、ピザとドーナツと、まあ、お酒をねいただきつつ、ちなみに好きなお酒はお二人ともハイボールですか？いや、僕はビールが好きですけど、ビールと実はもう前飲みでビールを飲み尽くしてしまった緊張は緊張はそれではちょっと緩和できないので、じゃあハイボールいこう。皆さんはお好きなお酒は？いや、私はもうハイボールハイボールと大好きで、はい、ちなみにお二人は入社されてどれくらいですか？丸3年って感じです。はい。皆さんはどれくらいですか？私はちょうど1年1年ぐらいですね。はい、まだ浅いですけど、全然もう濃い内容ですよね。そうですね。はいはい、ということでですね、いろいろ聞いていきたいと思います。では今回はまあね、ゆうさんの方からちょっとね質問を何個か用意していただきましたので、じゃあ手始めにそうですね、担当したイラストから聞いていきましょうかね。いいですね。はい。ヒロさんどうですか？初めてラスクラで担当したのが海賊マジン。あの辺からちらほらユニットイラストに関わるようになって、最近ので言うとマジンザ X。めちゃくちゃ最新ですね。最新だともそんな感じ。まあそこから遡っていくと、あとミアとかもそうですし、グラフルもそうですね。あとはケンセイベイランドとか。意外ともう女の子からおじいキャラまで全然やらせてもらって、そう。確かにこう結構担当体数は多いですよね。2人しかいないので、やっぱりその時にこう何がアサインされるかっていうのによって襟好みはしていられないので、結構おじいさんからね若い女の子まで、可愛いキャラまでやらせてもらってます。はい。じゃあ皆さんも私は初めて担当したキャラクターがバルセロ。人気高いですよ、バルセロ。そうですね、バルセロまさかここまでストーリーに関わってくるキャラになるとは思わなかったんですけど、でその後がレニウス、あとサウザーですね、アデルでリディと、その後がクリスマスの清掃メイリーですね。で最新が天騎士メルザの映像を担当させていただいてます。すごい。よく覚えてるね。確かに。だってさっき一個も出てこなかったです。緊張しすぎちゃって。井上さんよりはその担当してるキャラクターがまだ少ないので。ちなみに業界歴的などれぐらいなのかなと思って。イラストレーターとしてちゃんとそのお金をもらって仕事をするようになったのはもう10年ぐらいになりますね。私はイラストレーターになってから今8年目なんですけど、ラスクラは1年目ですね、入社してから。ちなみにゆうさんはどれぐらいなんですか？私ですか？はい。私はなんと0年。0年？はい。イラストレーターでいうと、絵を描く道を通ってしてないんですよ。だけど絵のいい悪いを決めてらっしゃる。それは見るけれど、作るのは演出とかなんですよね。なので絵自体は超下手ですよ。そうなんですか？めちゃくちゃうまいと思ってました。でしょ？びっくりするよ多分。今度じゃあ描いてくださいって今来てますけど、キラーパスが。無視しておきます。さあ、そんなねイラストレーター歴も長いお二人ですけれども、こだわっている部分みたいなところはありますか？なんかこうイラストを描いていく上でみたいな。今のソーシャルゲームのイラストっていうのはもうかっこいいとか可愛いっていうのは当たり前になってるじゃないですか。もうみんなイケメン、みんな美女。でもそれだけだとちょっと面白くないので、やっぱりラスクらしいなんか癖っていうんですかね、個性、そのキャラだけのが持ってる個性っていうのをすごく大事にデザインしたり、それを生かすようなイラストを描くようにしてますね。はい。どうですか、皆さん的には何かあったりしますか？真逆になっちゃうんですけど、そのパッと見てかっこいいかわいいっていうのをちょっと意識。いやもうそれが大事なんですよ。すげえ大事なんですよ。それが一番。まあその上でやっぱりキャラの魅力っていうのはしっかり引き出したいなっていうのは意識してます。
ちなみにこうどれぐらいでこう1体制作するのにみたいな目安はあったりするんですか？まあ大体3週間前後ですかね。でもちょっと急ぎでとかいう時もあるんで、そういう時はまあちょっと短くなったりとか、まあ、ちょっと余裕があったりとかする時もあったり、差し込みとかあったりするので、投資でいうとまあ大体3週間ぐらいになりますかね。個人差もあるもんですか？広さは書かれるの早いですよね。でも結構同じぐらいでやってるので、実際見てると絵が分かんなくなってくるんですよ。何がいいのかが分かんなくなってくる。確かになんか同じやつずっと見てると、なんかどこが悪くて、どこがこう良かったか分かんなくなってくる時あります。おたび聞いてたらちょっとみんなも忙しいので、それことできないので、まあ、自分で解決するために別のことをやったりとかして、でまた見るっていうのをやってたりすると、なんだかんだ時間かかっちゃう。だから単純に手を動かしてるだけじゃないっていうので、まあ、結構時間は取らせてもらってるんですけど、あと資料を調べたりとかね、そういうのも結構長いんで、まず取り掛かるまでに何がいるのかっていうのを、その資料を調べて、川辺さんのところめちゃくちゃバーって資料を見ます。結構対極ですよね。スタイルがあるんですか？そうなんです。そのデザイナースタイルみたいなのあるんですか？井上さんはラフそんなに書かれないで、これって決めたらこう一発で。そう、何話も何話も出さないんで。あ、出さないんですか？僕はもうこれだろうっていうのを一案だけをもうこう総監督に持ってって、ああすごい。そうダメだって言われたりして。いいねじゃないんですね。めっちゃ顔ダメだね。まあそういう時もありますし、すごくいいねっていう時もあるので、それが通った時はこれみんなに届けられるっていうので、そういうやり方を僕はちょっとやってますね。はい。皆さんはどうですか？いや私はもう本当にラフを書いて、本当にレニウスとかアデルは7案8案近く。ハイテクなスタイル。すごい。私はもう書かないと出ないタイプなので、まあでも途中で早川さんが席にいらっしゃって、もう全部ボツっていう場面もちょっと呼び出します一回。じゃあやっぱりこう総監督の監修までに大変なことっていうのはまあいくつかあるってことですよね。僕らも結局初めから全ての情報を与えられてるわけではないんですね。こういうイメージなんだけどぐらいで来たりするんですよ。そういうイメージだったらこうですかみたいな風になっていきがちなんですね。でもやっぱりそこら辺は総監督にちゃんとヒアリングして、ちょっとできてるシナリオとかを読んだりとかして、それをもとにこうキャラのイメージをこう膨らまして、よしこれだろうって僕は出す。川口さんの場合はこうじゃないかな、ああじゃないかな、こういうパターンもありますよねっていう提案をしていくタイプだと思うんですね。すごい、まあ確かにどっちのねスタイルもありですよね。ちなみに聞いたんですけど、あんまり資料ってないんですか？だってそもそも資料っていうのがない。資料がないですね。キャラクターによっては、まあある時は映像なんかは、まあ元のストーリーがあるので。そういうのを見ながら書くんですけど、あんまりストーリーに登場してないキャラなんかはちょっと難しい時がありますね。シナリオがないとかまだできてない、影も形もないっていうのがこうあるんですよ。そう作る順番がシナリオより絵の方が早いんですよね。なるほどななるほど。絵を見てこのキャラだったらこのシナリオだろうみたいなことはあるんですけど、その逆はないんですよね。その総監督の頭の中にこういうイメージでこういうキャラクターでこういう風なその関係性でっていうのはあるんですけど、それを頑張ってヒアリングして、じゃあこういうキャラクターのビジュアルどうですかっていうふうに提案していくんですけど、情報が足りない時っていうのはやっぱり、違うなっていう、それはやっぱり総監督と一緒にどういうキャラクターなんですかっていうのを話し合いながら作っていくっていう、それ結構大変なんですけど、すごくクリエイティブではありますよね。でも一番初期苦労してましたよね。総監督のイメージに持っていくというか、いつも苦労してる姿見てました。近かったじゃないですか。困った時、ゆうさん絶対笑うんですよめっちゃ。ちょっと修正が明確だった時はなるほどなるほど、じゃあ直しますみたいな。もう多分途方に暮れてる時めっちゃ笑うんですよ。そうなのみたいな笑いが全然違うみたいなこと言われる時が確かにあって、その時ですよね。プロモでもたまにありますけど、でも全然はないじゃないですか。そもそもだってキャラクターありき、シナリオありきで、プロモーションは動いてるところがあるので360度変わるみたいなことはないんですよ。本当にそこまで変わることはないので大変だなとは思いますよね。ゼロから作り出すデザイナーはやっぱりどうしてもそうなっちゃう時ありますね。ちなみにイラストを振る時、こういうキャラだったら誰が得意かなみたいなのはあるんですか？あるあるある。そんな風に振られたことって初事実。それは何でも勝てるからこの人はこれの方が力を発揮するみたいなものをできるだけアサインしていく。そうですよね。書けませんでしたとは僕らは言えないので、思いつかなかった時ってどうするんですか？それはどうしようもないです。
いや本当そうなんですよ。まあ正直に言うみたいな。だからそういう時にあとディレクターとかそういう周りのイラストレーターにやっぱ聞くことが大事ですよね。チームなんで個人でやってるわけじゃないので、やっぱ思いつかなかったら本当どうしようもないんですよ。煮詰まってるよりはやっぱりチームとしてやっていくっていうのが大事なんだなとは思いますけど。もういろんな人から案をもらう。それこそそうデザイン部だけじゃなくても本当はもっといろんな人から話を聞きたい。だからユーザーさんの皆さんのそのアイデアとかも見てますからね。やっぱり SNS 見てますか？そう見てます。おお、そうなんですね。ツイッターにこう例えばファンの皆さんがイラスト描いてますよね。あれもすごくいいなって思うんで見てます。意外でした。なんか SNS と結構かけ離れてるのかなって。いやそんなことないのでだからアイデアもらったりとかするかもしれないです。あ、このキャラのこういう側面あってもいいかもなみたいなあると思いますね。そういうの絶対なんか僕たちだけが作るんじゃなくてチームとしてそのユーザーも一緒にこう作っていくみたいな感じなのが理想ですよね。でもこうやって動画に出てユーザーさんに少しでも近づけたらなって思うんですけど、あとねチームのみんなも見てほしいですね、ぜひね。なんだったらチームで出てもいいんじゃないですか。ちなみに好きなユニットとかはありますか？アリスです。早い最初ラスクラ始めた時にアリスがガチャで出てるんですね。ではですね、普通に可愛いなと思って普通に育てて使い始めたんですよ。使ってた時にそのフレンドにもアリスがいたんですよ。じゃあダブルアリスだよっつってでダブルアリスでバトルに突っ込むとバトル開始した時に後列にいるアリスがその特技1飛び込んでいく技がダブルアリスでピョンピョンって飛んでいくのがすごい可愛くって理由が細かいぞ。しかもそれすごく強いじゃないですか。めっちゃ強いんですよ。操作感もいいっていうんでめっちゃ気に入ってたんですね。でシナリオ進めていくとこうアリスが登場してきてこんなキャラってめっちゃ好きです。おーでやっぱベースは人型相当兵器のアリスが好きで、そうですね。やっぱそこからそうタイプ S が出てでアリスが出たですよね。だからそこを強引に僕書かせてくださいっつってすごい後ろにねこれを見て水着アリスが出るっていうのじゃあ僕書きますっつって書いてでももう一つの新しい方のアリスもそうあれはもうボロボロ泣きながら書きました。泣きながら書いた。ミナさんはありますか？好きなキャラ。井上さんの熱量あとちょっとあれなんですけど私はやっぱり初めて書いたのがバルセロだったので、バルセロはちょっと思い入れが深い。でも逆に難しくないですか？表情とかが確かになんか私からしたら難しいのかなって思っちゃうんですよ。それが魅力なんですけどね。バルセロってちょっと人間味があるというかちょっと憎めないというか。ちなみにユウさんはいないんですか？好きなキャラ。実は個人的にはゼレオーブ・イタンロー。これでもその時名前決まってなくて精霊 G って呼んでたんですよ。ずーっと名前決まってなかったんで、これが個人的には一番ラスクラっぽいというか、要は全部の属性持ってるやつなんて大体最強じゃないですか。強そうに見えるじゃないですか。でかつあんなジジイをわざわざそのプレイヤブルキャラクターで出すかっていう。そうですね。出さないでしょっていうのをやるのがラスクラなのかなと思ってるんで。結構初期のキャラなんですよね。実は作ってたのはもうリリース前からずっと作ってて。リリース前からいたんですか？リリース前から作ってたんですよ。ちなみになんですけど、リリース前からいてまだ出てないユニットとかいますか？イラスト的にはいますね。すごい。ドットとかもいますね。そうなんですね。これから出る予定のキャラとかもいますよ。皆さんカメラ目線でお願いします。ぜひ。まだミニキャラいますよ。隠してますよ。いや嬉しいですね。ちなみになんですけど、そのもう出たキャラとかで没案じゃないですけど、修正になったとかガラッと雰囲気が変わったとかいうキャラっているんですか？たくさんいるな。小声。私は特に案をいっぱい。そうですね。だからそう世の中に出てないそうですね。ここは総監督とのそのイメージのすり合わせがちゃんとできてなかった時とかは後から見るとやっぱそうだなって思ったりするんですよ。総監督あの時ダメって言ったけど全然いいじゃんいいやんけってその時思うんですよ。でもだから何ヶ月か経ってちょっとちらっとそのファイルを見直した時にやっぱ違うなってやっぱこっちだったなみたいな。やっぱちょっと見てんだなって思うんですよね。ちな
なみにありますか？一番大きいのグラッフルはもう泥沼でしたね。グラフルヒバ。そう分かんないんですよ、あのキャラクターが分かんなくて、何回も花香さんに聞いて、こうなんじゃないかなこうなんじゃないかって迷っちゃって、それは周りの人いろいろ助けてもらいながら、で最終的にイラスト描きながら総監督がやっぱちょっとここ変えてっていうのが来たりとかするんですけど、だから多分総監督も作りながらビジュアルがこうどんどん明確になっていったタイプのキャラだと思うんですね。やっぱりそこをあえてこう直していってクオリティをどんどん上げていく。で後から言われてみると確かにそれはイメージに合ってなかったなっていう、ここで言っちゃいますけど、グラフル実は最初フリフリのフリルがついてたんですよ。もっと可愛らしい、もっと可愛らしいリボンとかブファーってついてたんですよ。じゃあもう本当に見た目のまんま腹筋とか割れてないよみたいな、そんな可愛らしいイメージだったんですけど、もっとこう格闘のキャラだから、もっとスポーティーにしてくれ、レアの師匠だから師匠に見えないよね、こんなフリフリしてて。でしかもレジスタンスの減衰だから、やっぱりこうちょっともっとこう強そうな感じにしたいっていうんで、やっぱデザインがどんどん変わっていってしまってで撮ってみたらやっぱりやっぱいいなっていう風になるんで、今の形のグラフルに、そうです、そういう風にやって作っていきましたね。でもそれすごい一番大変でした。大変だったわ。うちらはこうしっくりきたあのまんまのグラフルしか見てないんで、そうなんだと思って、最終形しか見てないと、多分いろんな過程があったりするので、本当はデザイン画とかもちょっとね出したいんですけどね。そうですね。どっかのタイミングでなんかね、また4周年とか、周年のねタイミングとか、動画で出してほしいみたいなコメントがね殺到したら、やっぱこううちら的にも総監督出していいですかみたいなね話がね実は背中側とかもちゃんとデザインされてて、そうなんですか？されてるキャラもあるんですよ。全部じゃないんですけど、それでもね表には出ないと思うんで、なんか機会があれば見せたいなと思うんですけど。いいですね。という話もありましたけれども、最後にねぜひユーザーさんへ一言、ヒロさんから。推しユニットアリスのその覚醒したアリスをデザインした時に、その早川総監督にデザイン画を持って行って、このキャラフィギュアにしてくださいって持ってったんですけど、これお願いしますって言ったら、まずレイだろフィギュアにすんだらまずレイだろ、入るとかレイだろって言われて、そう一周されちゃったんですよね。でもやっぱり諦めたくないんで、ユーザーの皆さんの声があれば、ひょっとしたらそうアリスに限らずですよ、推しユニットの立体化とか、グッズとかね、もっと声があればひょっとしたらねどんどん出るかもしれないんで、もうそれをちょっと皆さんと実現していきたい。僕の力だけじゃダメなんですよ。だから皆さんとこう一緒に作っていきたい、そう思ってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ皆さんからも一言。魅力的なユニットをお送りできるよう日々限界まで頑張って書いていますので、今後もラストクラウディアをよろしくお願いします。じゃあゆうさんからねぜひ最後一言お願いします。ラストクラウディア今もう4周年を超えたところで、これいつまで続くんだろうって思ってる人いるかもしれないですけど、安心してください。まだまだ続くんですよこんぐらい長いラストクラウディアの中の今まだこの辺なんで、まだまだ続くんで、アート周りでは特にユーザーさんを驚かせるっていうのを目標の一つにしてるので、引き続き面白いものがあったらどんどん取り入れて皆さんを驚かせるように仕込んでいくので、ぜひラストクラウディア引き続きお楽しみください。ありがとうございます。ということでですね、今回はこの辺でお別れしたいと思います。皆さんこの動画が良かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いしますそしてねコメントもぜひしてもらえたら嬉しいですよね。コメント嬉しいですよ。嬉しいですね。ぜひコメントみんな見てると思いますので、ぜひ柔らかにお願いしますそうですね。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。全削除でお願いします。全削除